はいどうも皆さん、物理で見るバスケチャンネルエントレのパラットです。このチャンネルでは力学をキーワードにバスケに関する情報を分解、解説することで皆さんのパフォーマンスアップに貢献します。ということで、このチャンネルでもいよいよバシレビュー始めていくんですけれども、第1弾のレビューとしては、構造が特徴的なあのモデルを選びました。アディアス・ハーデンボリューム5のレビューを進めていきます。こちらのモデル、皆さんご存知、ヒゲことジェームス・ハーデンの第5作目のシグネチャーモデルとなります。アイジャスのシグネチャーラインの中でも最先端の技術を詰め込むことが多いこのモデルラインですが、今回もかなり特徴的な構造となっています。大きな特徴の一つとしてドロップインミッドソール構造となっていることが挙げられます。今回このモデルに使われているドロップインミッドソールはライトストライクをベースにインソール部分にブーストクッションを配置しています。つまりクッションについてはライトストライクとブーストのハイブリッド構造となっています。またアッパーとアウトソールが一体成形となっていて全面フューズ脱着という風になっています。これによってアウトソールだけでなくアッパー全体も樹脂用のテキスタイルとなっていて非常に面白い構造となっています。アウトソールパターンについてはプレッシャーマッピングを元にしたクロスカット状のパターンとなっていて、こちらは前作のハーデンボリューム4の形状に近くなっています。また今作なんですけれども、ハーデンのシグネチャーモデルではあるんですが、1000人以上のプレイヤーの足型をスキャンして作成された最新のモックを使用しているということで、足型についてはよりバスケットプレイヤー向けの構造となっているようです。そんなディテールを持つハーデンボリューム5をレビューしていくんですけれども、前の動画でも説明した通り、ただの着用インプレッションだけでは私の場合は終わりません。モデルの物性評価を行うことでより数値的な評価をしていきたいと思います。では早速ですが、このモデルのソール合成から見ていきたいと思います。ソール合成というのは、ソールに舵を変えた時にどれだけ曲がりにくいかということを表す指標になるんですが、ハーデンボリューム5のソール合成を圧力変異をもとにグラフ化したところ、このようになりました。こちらのグラフだけ見てもちょっとよくわからないと思うので、前作ハーデンボリューム4のグラフ曲線も出したいと思います。こちらです。こちら見てもらうとわかる通り、曲線の形も曲線の位置も大きく違うと思います。こちらグラフの意味するところというのは、グラフの曲線が左にあればあるほど、荷重に対して柔らかく曲がりやすいということを表しています。逆に右の方にあればあるほど曲がりにくく硬い場所ということになります。つまり、ハーデンボリューム4よりもハーデンボリューム5は硬いモデルということになります。ただし、この2つのモデルのグラフだけではどれくらい硬いかっていうのがよくわからないと思うので、もう一つモデルのグラフを加えたいと思います。それがこちら。ナイキレブロン18のグラフを加えていきたいと思います。私はもともとレブロンシリーズが大好きで、レブロンシリーズ大体履いているんですけれども、こちらのグラフとハーデンボリューム5比べた時どうなるか見ていきましょう。こちらです。グラフ見てもらうとわかると思うんですが、グラフ上ではレブロン18のソール合成とハーデンボリューム5のソール合成はかなり近くなっています。つまりソール合成としてはハーデンボリューム5はこのレブロン18並みの硬さを持っているということがわかります。グラフのパターンはかなり近くなっているんですが、実際の曲がりやすさなどは着用した時の違いが出てくるので、一概に同じとは言えないんですけれども、少なくとも前作のハーデンボリューム4に比べるとハーデンボリューム5かなり硬くなっているということがわかるかと思います。続いてこのハーデンボリューム5の反発性について見ていきたいと思います。反発性についても先ほど挙げた前作ハーデンボリューム4とナイキレブロン18のグラフを表していきたいと思います。こちらです。グラフを見てもらうと分かる通り、レブロン18がかなり高く、その次にハーデンボリューム5、その次にハーデンボリューム4という風にグラフが高くなっていると思います。これはグラフが高ければ高いほど反発性が高いということを表していて、さすがに反発性についてはレブロン18の方が頭一つ抜けているということになりますが、ハーデンボリューム5も前作ハーデンボリューム4と比べると反発性が高くなっているということが分かります。つまり実際にプレイしたとき、足で地面を押し込んだときに、ハーデンボリューム4よりもハーデンボリューム5の方がエネルギーリターンが大きいということになります。またグラフのライン、モデルごとに2つあると思うんですが、フォアとヒール、それぞれの反発性を測定しています。レブロン18の反発性については、ヒールとフォアの反発性はほぼバランスよく配置されていることが分かったんですが、前作ボリューム4については、フォアよりもヒールの方が反発性が低く、フォアの方が反発性が高いという感じになっています。逆に、ハーデンボリューム5の場合は、ヒールの方が反発性が高く、フォアの方が反発性が低いという数値が得られています。グラフではこのようになっているんですが、数値上の差はそんなに大きくないので、実際に着用した時に、ヒールの方が反発性がとても弱いなとか、フォアの方がとても強いなとか、そういうことを感じられるようなレベルの差ではありません。以上2点、ソール合成と反発性の測定結果から、前作ハーデンボリューム4に比べると、ハーデンボリューム5はかなりアグレッシブなモデルに仕上がっているということが分かりました。ソール合成と反発性の他にも、
グリップ力の指標を示すアウトソールラバーについても測定をしています。アウトソールラバーについては高度、粘度、粘着性について評価をしていますが、アウトソールラバーの高度についてはデュロメーター高度で70度近くあるので、かなり硬いアウトソールラバーが使われていることがわかります。高度の高すぎるアウトソールラバーは地面に対してうまく変形してくれないので滑りやすいという特徴があるんですが、今回ハーデンボリューム5の場合は高度が高い分粘度が若干低めに設定されているようで、設置した時にこのプレッシャーマッピング上のクロスカットパターンがうまく変形してグリップしてくれるようになっているようです。粘着性は平均的なアディダスモデルのラバーと近いようになっているので、よほどダスティな体感でなければグリップ力については満足できるものが提供されるかと思います。また、足のサイズを合わせるときは、インソールサイズから足のサイズを見ていくと、試着の際にも合わせやすいんですが、このハーデンボリューム5はドロップインミッドソールが採用されているので、インソール根幹によるサイズ調整が効かないのが少し難点となっています。しかも、他のアディダスモデルにもありがちなサイジングの難しさというのがこのハーデンボリューム5にもあります。というのも、今回購入したハーデンボリューム5、私の場合はサイズ29センチがマイサイズなんですけれども、ハーフダウン下げて 28.5 センチを購入しました。その中で足入れしたところ、幅については若干余裕がある上、長さについてもまだまだ余裕があったということで、サイズ交換も考えたんですけれども、厚めのソックスを2枚重ねるということで対応しました。ソックスの重ね履きについては私も YouTube で解説してるんですが、普段からやっていて慣れている履き方なので、特に問題はなかったんですけれども、ハーフダウン下げてもサイズに余裕があるというのはなかなかないモデルだったので、ハーデンボリューム5を購入する上で試着する機会がなかなかないという方は、これから言うアドバイスについて参考にいただければと思います。まず一つ目の特徴として、幅については若干広めという形になっています。若干広めという表現は分かりにくくて申し訳ないんですけれども、イメージとしてはナイキのグローバルラストで履いていたサイズを EP ラストに変更した時のゆとりの変化というと分かりやすいかもしれません。アーチリンクス基準でワイズを測定した時に、ワイズが平均かそれ以下の方の場合は、ハーフダウンではなくフルサイズダウンも検討してみた方がいいかもしれません。特に足の甲の高さが低い方はこのモデルかなりフィッティングが難しくなっているので、フルサイズ下げた上で靴下にいるクッション調整が必要になるかもしれません。逆にアーチレングス基準で見たときに足幅がかなり広い方、足の甲の高さがかなり高い方というのは通常のサイズでいいのかなと思います。ほとんどの方の場合はハーフサイズからフルサイズダウン必要になるサイジングになってくるので、試着の際はよく注意してサイズを選んでみてください。以上がハーデンボリューム5の物性評価でした。続いて着用インプレッションに移っていきたいと思います。着用インプレッションについては着用動画なども混ぜられればよかったんですが、今回は残念ながら撮影していないので、口頭で説明していきたいと思います。まず、前作ハーデンボリューム4との違いなんですけれども、まず一番の違いはミッドソールの厚みが違うことによる接地感の違いです。実際にプレイしづらさというのは感じないんですが、剛性が上がったこと、ミッドソールの厚みが上がったことで、ハーデンボリューム4で感じていたような、常にコートフィールを鋭敏に感じるような感覚は少し違うようになっています。では、接地感がなくなったのかというと、そういうわけでもなく、これだけ硬いソールセッティングの割には、かなり接地感は良く、動きやすいモデルとなっています。このあたりはドロップインミッドソール裏にあるかぎ爪状のシャンクプレートなどもいい仕事をしているのではないかと考えています。実際に履いてプレイしてみるとわかるんですが、ハーデンボリューム4やハーデンボリューム3にあったようなステップバックや切り返しの動きに対してのやりやすさというのは感じますし、これまでのシリーズと同様にドライブを仕掛けたりスリーポイントを打ったりというところはかなりやりやすいように仕上げてあるように感じました。私自身個人的にはソール剛性が高く反発性の高いモデルというのがかなり好物なので、このモデルは他のナイキのモデルなどのように反発性もソール剛性もある程度高いということもあって、かなり好みの性能であるかなと感じます。実際に手に取ってみるとわかるんですが、思った以上に硬く分厚いので、今までハーデンボリューム4のような柔らかさのモデルを履いていた方にとってはかなり面食らうものかなと思うんですが、実際に履いてみるとその動きやすさというのは感じられるかなと思うので、ぜひチャレンジしてみてほしい一品だと思います。着用していて一つ気になったのはかかとのつかみです。これまでのハーデンシリーズもそうなんですが、かかとのつかみについては賛否両論分かれるモデルとなっていて、私の場合はヒールのつかみが甘くてもあまり気にしないプレイヤーなので、今回のハーデンボリューム5のようなヒールのつかみでも十分問題なかったんですが、一般的にはかなりかかとのつかみは緩いモデルであると言わざるを得ないかと思います。というのもヒールのつかみがいいモデルというのは基本的にパティングがアキレス腱に沿って V 字に沿っていることが多いんですが、なぜかハーデンシリーズの場合はアキレス腱に沿ってではなくかかとの骨の形に合うように U 字に沿って作られていることが多いようです。
これによってかかとが浮き上がるようなシチュエーションでヒールを押さえるものがなく、抜け感を感じてしまってプレイしづらいと感じる方がいるようです。ハーデンボリューム5のヒールのつかみについては、シューレースでもなかなか調整することができないので、このあたり割り切るか、思い切ってサポーターをつけてみるのもいいかもしれません。全体を通してみると、個人的にはかなり満足度の高いモデルで、アディダスのモデルよりもナイキのモデルを履く方が多かった私なんですけれども、今後ハーデンのシリーズの方向性がこっちの方に行くのであれば、積極的にハーデンモデル履いていきたいなと感じた次第です。以上で今回のハーデンボリューム5、レビューを終わりたいと思います。今回のハーデンボリューム5のレビュー良かったなと思う方は、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。また、更新ペースについては月1足ペースになってしまうんですけれども、より良い情報が皆さんにお届けできるように続けていきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。力学をキーワードにバスケに関する情報も発信していますので、他の動画もぜひご覧になってください。バスケのパフォーマンスアップに役立つ情報として、Twitter でも情報発信しているので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いします。すべて概要欄の方にあるのでよろしくお願いします。では、今回はこの辺りで。またねー。